ボーカロイドで遊ぼうをご覧いただきましてありがとうございます。講師をさせていただきます小泉です。第1回と第2回の動画でボーカロイドは誰でも簡単に使うことができて簡単に歌わせることができるということを体験していただけたと思います。第3回ではこれまでに作ったカエルの合唱のデータを活用して臨床、そしてハモリ、ハーモニーのパートを作ってみましょう。まずは臨床の作成にチャレンジしましょう。臨床を作るための新しいトラックを作ります。編集メニューからボーカロイド AI トラックの作成を選択してください。トラックが作成されました。トラックには分かりやすい名前を付けましょう。作成した臨床用のトラックを臨床1という名前に変更します。またメインボーカルのパートもメインボーカルという名前に変更しておきましょう。新しく作ったトラックに直接データを入力して臨床を作っても良いのですが、今回はこれまでに作ったメインボーカルのトラックを使って臨床を作成してみましょう。まずはメインボーカルのパートを選択して編集メニューからコピーを選びます。続いて貼り付け先のトラックを選択します。メインボーカルのパートを臨床1のトラックに貼り付けたいので臨床1のトラックを選択してください。貼り付け先のトラックを選択した状態で編集メニューから貼り付けを選択します。メインボーカルのデータを複製することができました。複製はできましたが、メインボーカルと臨床1のトラックが識別しにくいので色を変えましょう。トラックの左端、色がついた部分をクリックすると好きな色を選ぶことができます。黄緑色を選んでみましょう。色が変わって見やすくなりました。それではメインボーカルから2小節遅れた臨床を作りたいと思いますので、複製したデータを2小節後ろに遅らせてみましょう。掴んで後ろに移動させれば OK です。2小節後ろに移動しました。それでは聴いてみましょう。ドレミファミレドドレミファミレド。このように作ってあるパートを複製するだけで簡単に臨床を作ることができました。2小節遅れた臨床を作りましたが、さらに2小節後ろに別の臨床を作ってみましょう。メインボーカルのトラックを選択し、オルトキーを押しながらドラッグ&ドロップで複製できます。新しいトラックも自動的に作成されました。トラックの名前を臨床2に変更し、トラックの色も変更しておきましょう。これで再生してみたいと思います。ドレミファミレドドレミファミレドドレミファミレド。はい、見事に臨床を作ることができました。このようにボーカロイドの場合はコピーペーストを使って簡単に臨床を作ることができます。続いてメインボーカルのデータを利用してハモリのパートの作成にチャレンジしてみたいと思います。臨床と同じようにメインボーカルのデータを複製して新しいトラックを作りましょう。トラック名はハモリという名前にしておきましょう。また同じようにトラックの色も分かりやすく違う色に変えておいてください。ハモリパートの場合はメインボーカルのメロディーと異なる音で歌うことになります。したがって音の高さを変更する必要があります。ハモリパートをダブルクリックしてミュージカルエディターを開きましょう。ミュージカルエディターを開いたら編集メニューからすべて選択を選んでください。すべて選択ではパートの中にあるすべてのデータを選択することができます。選択された状態で最初のドの音を掴んでミの高さまで上げてみましょう。ドドドドド。できました。これで一旦再生をしてみたいと思います。ドレミファミレド。メインのメロディーと違う音にはなりましたが、綺麗ではない響きになってしまっています。これは音を移動した先がカエルの合唱では使わない音だったため、綺麗ではない響きになってしまったのです。曲ごとに使える音というのは決まっていて、そのルールに従ってメロディーが作られています。このルールはキーやスケール、調などと呼ばれています。ルールに沿っていない音を修正することで、綺麗なハーモニーを作ることができるので、修正してみたいと思います。この動画のカエルの合唱は波長調または C メジャースケールというルールで作られています。
基本的に使う音は鍵盤の白い部分であるドレミファソラシドだけです。ドシャープやファシャープといった黒い鍵盤の音は使わないメロディーになっています。メインボーカルから作ったハモリのパートを見てみると、ファシャープという音が使われています。この音は使わない音なので修正しましょう。ファシャープの音をすべて選んで、ファの音に変更します。矢印ツールを使って、ファシャープの高さの音を全部選んだ状態で一つ下げましょう。続いてはソシャープ。ソシャープの音もこの曲では使わない音です。ソシャープの音をすべて選択して、一つ下のソの音に下げましょう。最後に一番高い音がドシャープになっています。これも一つ下のドの音に下げましょう。できました。ミュージカルエディターの画面の中で黒い鍵盤の音がいなくなったのがお分かりいただけると思います。再生してみたいと思うのですが、ここで音が大きすぎる可能性があるので、臨床のトラックを一旦ミュート、音が出ないようにしたいと思います。トラックの M というマークをクリックすると、ミュート、音が出なくなります。この状態で再生してメインのメロディーとハモリのトラックだけ聴いてみましょう。ドレミファミレドミファソラソファミドドドドドドレレミミファファミレド。先ほどと異なって響きがきれいになっているのがお分かりいただけると思います。最後にハモリパートの位置を調整してみましょう。ハモリパートが曲の最初から入ってしまっていますので、2つ目の臨床に合わせてハモリが出てくるように位置をずらしましょう。ハモリのパートを選んで後ろにずらします。できました。ミュートを解除して最初から再生したいのですが、音量が大きすぎる可能性があります。先ほどはミュートをして音量を下げましたが、ミュートではなく音量を下げてみましょう。各トラックにある数値は音量を表しています。マイナス6に設定してみましょう。再生をしてみたいと思います。ドレミファミレドドレミファミレドドレミファミレドドレミファソラドドレレミファファミレドドドレレミミファファミレド。はい、できました。だんだんと人数が増えて盛り上がっていくようなアレンジにすることができました。このように、ボーカロイドではもともと作ったメロディーのデータを複製することで、ハモリや臨床を簡単に作っていくことができます。パートの移動も簡単なので、曲のアレンジも簡単に楽しむことができます。第1回からカエルの合唱を題材にボーカロイドを体験していただきましたが、いかがだったでしょうか。ボーカロイドには他にも様々な機能があります。また、ボイスバンクを追加していくことで、いろいろな声が出せるようになっていきます。ぜひ、ボーカロイドを使って、いろいろな作品を作ってみてください。第4回以降では、ボーカロイド6のデモソングを使って、ボーカロイドに歌わせてみたというのを作ってみたいと思います。実際のカラオケに合わせてボーカロイドを歌わせるという内容になっています。第3回目まで進んできた皆さんであれば、すぐにお楽しみいただけると思いますので、ぜひ第4回目以降も見てみてください。それではまたお会いしましょう。